こんにちは。今回はダンジョン飯第24話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。まさか食べるがここまで重要になるとは。ファリンで献立考えてる。キューボ、ファリンを美味しく食べる方法。さあ目的は決まった。ミキはどうなる？妹を食う算段をするライオスであった。こいつどんだけ妹の竜部分食いてんだよ。ファリンが自分で食ってもいいのかな。ライオス一人でなんてずるい。こんなしっかりに食える分原作再現してくれるとはな。アニメ化としては理想に近かったな。面白かったな。さすがトリガーだ。だいたい竜の部分食うって、ファリンは痛い痛いって言わんのかい。生きたまま食う気かよ。一度殺せば問題ない。あと2クールやって完結したらほんと理想的なアニメ化だわ。原作に結構忠実でじっくり進んでるから面白かった。賞取れるレベルのアニメだろこれ。原作を全4章くらいに考えれば2章までは消化できたな。最後の方でファンタジーからスチームパンクになった。とりあえず完結までやってくれるの確定だな。探求トリガー。無事続くようでよかったわ。これで終わられても困るけど。マルシル慰めようとしてやり方わからない猫かわいい。きつかってる猫さんが可愛い。ファリン元気そうやん。普段はそっけないのに弱ってる時には寄り添ってくる。それが猫。とりあえず続く宣言来た。ライオスファリンの過去話やって今後の目標決めて終わり。いい締めだったな。前にジョークでファリンの下半身だけ食えばとか言ったら、本当にその展開かよ。食べることで解決するかもしれないとはな。魔物食が物語の根幹に関わってくるのは甘い展開だと感心したわ。真実の口にする必要があったんだろうか。ガーボイル戦は久しぶりのクセ強作画だったな。やっぱりこの話でファリンの竜部分を食って人間に戻すという新たな目標ができたわけだから、ここで一旦終わってよかったのかもな。俺たちの戦いはこれからだ。ダンジョン飯。ダンジョン飯。俺たちの戦いはこれからだなのに、綺麗にまとめた。俺たちはまだ下り始めたばかりだからな。このダンジョン飯坂をよ。みかん。いい最終回だった。続くんやな。次はいつだ？続くんかい。ズコ。続けってことですか？いい最終回だった。2期制作決定告知はあるのかどうか。2期か映画か。この先にクール分はあるんで。これで2期なければ暴動が起きるレベル。トリガーならやってくれる。ライオスの中の人も鬼滅でモブ大使してたね。こんな良い声なのにあんまりメインの役ないのが惜しい。グランクレストでは同格主人公コンビだったのに、父ちゃんと。思わずマルシルにもらい泣きしちゃった。年取ると涙もろくなるな。サラサちゃんだけでも相当可愛かったが、マルシルでもうとどめ刺された感。来た。2期来た。まあ分かってましたけどね。よっしゃ。このタイミングでの2期決定は嬉しい。よかった、作ってはくれるんだな。いつかの。2期決定きた。2期の心配はしてなかったがいつ来るかだよな。もう制作始めてる説ねえかな。2期の時期までは決まってないか。さていつになるか。明日見たい。2期決定おめでとう。近年で放送途中で延長したのおそ松さんがあったけど、それ以前だと昭和のアニメくらいしか思いつかんな。ゴーディアンとかゴッドマーズとか。やったぜ。2期もテレビでやるんですよね。いつになるかはわからないけど、決まってはいたんだな。よかった。まあ、むしろなかったらびっくりだよね。原作完結までアニメ化するの待ってたんじゃないかって言われるぐらいアニメ化遅かったし、まああるか。放送直後の2期発表でちゃんと嬉しいやつ久しぶりな気がする。早くても2、3年後やろな。まあ松は。トリガーは同時並行作業やらないって言ってるからな。ファースト2期の方が先だろう。放送前に最終話作り終わってるとかどっかで聞いたから、最短で来年1月放送いけそうやけどな。妹を助けるためとはいえ、妹で献立考えてるライオス。やっぱやべえやつだよ。
鉛や手動は情に訴えればいけるの。ライオスって意外とそういうのはわかるんだよな。でニヤニヤしちゃう。妹を救うためには妹を食べればいい。そりゃそうなんだろうけどすごいこと考えつくな。しれっと挟まったファリマル描写と兄が妹の調理法考えてるのが、キノコ拾ってる今のファリンもやっぱファリンだなってなるの面白すぎる。いやまさかファリンを食べることが最終目的になるとは。魂云々と食の関係性をこうやって結びつけるとは恐れ入りました。なんか他のアニメ見てる感覚と違ったわ。久々の感触やった。ダンジョン飯が終わってしまった。来週から何を糧に生きればいいのか。すげえなこれ、消化は消化なんだ。そしてなぜ唐突にダンジョンに1個中隊はいないなんて言い出したかといえば、一見するとライオスが軍人だった過去に触れているように見えて、実はカンパニーという言葉はパンを分け合う仲間という意味だってところに帰結する。ダンジョン飯。ライオス兄弟のこれまでのよくまとめたな。ファリンの知られざる不遇時代、井包マルシルに対しては膝枕してもらったり、逆に泣いたら不器用に慰めてみたり、着々とファリンのように自然と懐き出してるし、マルシルにはそういう孤独を癒せる面もあるのかな。ライオスたちの目的が完全に定まって、俺たちの戦いはこれからだな最終回ではあるが、妹を食うという一歩間違えなくてもカニバリズムな策を危機として実現させようというライオスの外事ぶりすげえわで終わってしまった。どうしよう。魔物を食べるという行為がファリンを助けることにつながる可能性が提示された最終回。ファリンのいろいろな姿のカットが散見されたが、それは最後の戦士による希望の提示の流れを強調するためだったのだろう。続編が楽しみだ。チェンジリングの輪をくぐると魔法の胞子で姿を変えられてしまうという情報から、輪になって敵を囲めば倒せるぞ。みんな手をつなげ。一致に、一致に、なんてトンチキ応用編になるの。めちゃめちゃ TRPG 的展開なんですよ。私が GM でも爆笑して認める。絶対。神回で第1部巻。チェンジリングの作用のままのガーゴイル戦は、コメディ満載でトリガー色強く楽しかったけど、戦士が何かしたら大爆笑で独特の視聴感。ライオス兄弟の過去掘り下げに、戦士の名推察でファリン救出のめどが立った。マルシルの涙にはもらい泣き、2期に期待大だわ。東電兄弟の幼少期の回想からのマルシルの号泣。それをぎこちなく抱き留めてなだめる井包の流れにやられてしまった。そしてファリンの救出に光明が見えたとこで、ここで終わりじゃないでしょう。というわけで2期、いつまでも待ってます。チェンジリングを使った闇鍋ならぬ闇ダンプリングとは、だいぶ覚悟が必要そうでしたが、さすが慣れたもんですね。トロッコ内の会話は食べるとは、食事とはという、この作品の根幹部分っぽくて聞き入ります。ハードルは高いですが方針は決まりましたね。2期も楽しみです。今回もめっちゃ楽しかった。ガーゴイルとの戦闘シーンとか、トリガーの真骨頂でしょう。そして戦士、さらっとパーティーの行く末を決める重要なことを言うんですよね。料理番だけでなく、このパーティーの大黒柱ですよ。ライオスがなんでファリンのためにここまでするのか。二度と置いていかない。いいセリフで胸に響いた。まるっと救われるかもしれない方法。飯に始まって飯に締めくくるとは。斜め上だけど理屈として綺麗にまとまってる。めちゃ面白かった。冒険がアクシデントで予定通りいかずに目標がブレてしまった時でも、仲間のアドバイスで新しく目標を立て直して、今自分たちが置かれている状況と新目標を仲間に周知できるライオス。この点、リーダーとして非常に優れているのだな。間違いなく変人ではあるけども。ファリンとライオスの冒険に出た話を聞いて選手は嘆き、マルシルは泣く。困り顔で慰める井包が非常に良かった。ファリンの救出が最大の目標。そのために大きなミッションがあるが、あのエルフ隊が敵になるならハードルが上がる。食うか食われるか、息が楽しみ。ファリンを再生する有望な方法が、それにしてもチェンジリングの有効活用と戻り方は面白かった。アイデアを惜しみなく投入されたストーリーに拍手。そして2期決定も嬉しい。
生きて誰かと飯を食う。それがとても素敵なことだと思い知らされた。飯を食べて生きる。そして食べて救う。すべては飯につながる。ダンジョン飯。面白かった。いろんなモンスター料理。圧倒的存在感のヒロインマルシル。いつも頑張って偉い。今日は飛んだ。バラエルフ戦士はもう出てくんな。またいつか。To be continue。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。